舞踏会。芥川龍之介。相手の将校は、頬が日焼けして、目鼻立ちがはっきりした濃い口ひげのある男だった。彼女はその相手の軍服の左の肩に長い手袋をつけた手を乗せるにはあまりに背が低かった。しかし離れしている海軍将校は上手に彼女をあしらって軽々と群衆の中を舞い歩いた。そうして時々彼女の耳に愛想の良いフランス語のお世辞をささやいた。彼女はその優しい言葉に恥ずかしそうな微笑を返しながら、時々彼らが踊っている舞踏室の周囲へ視線を投げた。そこは皇室の御紋章を染め抜いた紫ちりめんの幕や、爪を出した僧侶が身をうねらせている秦国の国旗の下には、花瓶の菊の花が、あるいは軽快な銀色を、あるいは陰鬱な金色を、人波の間にちらつかせていた。しかもその人波は、シャンパンのように湧き立ってくる華やかなドイツ管弦楽の旋律の風に煽られて、しばらく目まぐるしい動きを止めなかった。明子はやはり踊っている友達の一人と目を合わせると、互いに楽しそうなうなずきを忙しい中に送り合った。が、その瞬間にはもう違った踊り手がまるで大きな蛾が狂うようにどこからかそこへ現れていた。明子はその間にも相手のフランスの海軍将校の目が彼女の一挙一動に注意しているのを知っていた。それはこの日本に慣れない外国人が彼女の快活な舞踏ぶりにどんなに興味があったかを語るものだった。こんな美しい霊場もやはり紙と竹の家の中に人形のように住んでいるのだろうか。そうして細い金属の端で青い花の描いてある手のひらほどの茶碗から米粒を挟んで食べているのだろうか。彼の目の中にはこういう疑問が何度も人懐っこい微笑とともに往来するようだった。明子にはそれがおかしくもあれば、同時にまた誇らしくもあった。だから彼女の華奢なバラ色のダンスシューズは、物珍しそうな相手の視線が時々足元へ落ちるたびに、一層身軽に滑らかな床の上を滑っていくのだった。やがて相手の将校は、この子猫のような霊場が疲れたらしいことに気がついたようで、いたわるように顔を覗き込みながら、もっと続けて踊りましょうかと聞いた。ノン、メルシー。
明子は息を弾ませながら、今度ははっきりとこう答えた。すると、そのフランスの海軍将校は、まだワルツの歩みを続けながら、前後左右に動いているレースや花の波を塗って、壁際の花瓶の菊の方へ、ゆっくりと彼女を連れて行った。そうして最後の一回転の後、そこにあった椅子の上へ鮮やかに彼女を座らせると、自分は一旦軍服の胸を張って、それからまた前のようにうやうやしく日本風の会釈をした。その後、またポルカやマズルカを踊ってから、明子はこのフランスの海軍将校と腕を組んで、白と黄色と薄紅色との三重の菊の垣根の間を、開花の広い部屋へ降りていった。ここには塩ビ服や白い肩がひっきりなく行き来する中に、銀やガラスの食器類に覆われたいくつかの食卓が、あるいは肉と小炉との山を盛り上げたり、あるいはサンドイッチとアイスクリームとの塔を作っていたり、あるいはまたザクロとイチジクとの三角塔を築いたりしていた。特に菊の花のない部屋の一方の壁の上には、よくできた人工のぶどうつるが青々と絡みついている美しい金色の格子があった。そしてそのぶどうの葉の間には、蜂の巣のようなぶどうの房が、いくつも紫色をしてぶら下がっていた。明子はその金色の格子の前で、頭のはげた彼女の父親が、同年配の紳士と並んで葉巻をくわえているのに出会った。父親は明子の姿を見ると、満足そうにちょっとうなずいたが、それっきり連れの方を向いて、また葉巻をくゆらせ始めた。フランスの海軍将校は、明子と食卓の一つへ行って、一緒にアイスクリームのスプーンを取った。彼女はその間も相手の視線が折々彼女の手や髪や水色のリボンをかけた首へ注がれているのに気がついた。それはもちろん彼女にとって不快なことでも何でもなかった。が、ある瞬間には女らしい疑いもひらめかずにはいられなかった。そこで黒いビロードの胸に赤い椿の花をつけたドイツ人らしい若い女が二人のそばを通ったとき、彼女はこの疑いをほのめかすために、こういう簡単の言葉を発明した。西洋の女の方は本当にお美しゅうございますこと。海軍将校はこの言葉を聞くと、思いのほか真面目に首を振った。日本の女の方も美しいです。特にあなたは。そんなことはございませんわ。
いいえ、お世辞ではありません。そのまますぐにパリの舞踏会へも出られます。そうしたらみんなが驚くでしょう。馬頭の絵の中のお姫様のようですから。明子は馬頭を知らなかった。だから海軍将校の言葉が呼び起こした美しい過去の幻も、ほのぐらい森の噴水と枯れていくバラとの幻も、一瞬の後に跡形もなく消え失せてしまわなければならなかった。が、人一倍鋭い彼女は、アイスクリームのスプーンを動かしながら、まだもう一つ残っている話題にしがみつくことを忘れなかった。私もパリの舞踏会へ行ってみたいですわ。いいえ、パリの舞踏会も全くこれと同じことです。海軍将校はこう言いながら、二人の食卓を囲んでいる人並みと菊の花とを見回したが、たちまち皮肉な微笑の波が瞳の底に動いたと思うと、アイスクリームのスプーンの動きを止めて、パリばかりではありません。舞踏会はどこでも同じことです。と、半分独り言のように付け加えた。